心温まる物語、家族編、母の恋人。朗読、石田明。血は水よりも濃いと言いますが、血のつながりだけが家族ではありません。世の中には実の息子よりも馬が合う嫁と姑、養子縁組で結ばれた親子など、いろんな家族の形があります。大切なのは心から相手を思い、本気で向かい合うことではないでしょうか。今日お話しするのは、血縁も戸籍も全く関係ない二人の親子の物語。世間がどう見ようと関係ないほどの強い絆で結ばれた二人の思いやりに、あなたの心もきっと優しい気分で満たされるはずです。彼との初めての出会いは今でも覚えている。あれは私が中学生だった頃だ。母が紹介したい人がいると私の前に連れてきたのが、母の恋人であった岩ちゃんこと岩田さんだった。父が亡くなって10年、私だってうすうすは感づいていたし、母の新しい幸せに反対する気持ちはなかった。しかし、多感な思春期でもあった中学生の私にとって、母の恋人という存在は簡単に受け入れがたいものでもありました。でも、実際に岩ちゃんに会ってみると、それはすべて杞憂だったことがわかりました。決してかっこよくもなく、どちらかといえば冴えない風体の岩ちゃんでしたが、決して私を子供扱いせず、正面から目を見て真剣にこう言いました。僕はね、君がいることも含めてお母さんのことが好きなんだ。どうもありがとうございます。予想外の言葉に私は思わずお礼を言ってしまいました。考えるとおかしな話ですが、あの時はそれしか思い浮かばなかったのです。でも、今ではそれでよかったと思っています。岩ちゃんは万事において控えめな人で、父親ぶることもなく、私の前で母に女を感じさせるようなこともさせませんでした。いつも一歩引いたところにいて、決して私と母の家庭には入ってくることはなかったのです。母の立場を理解し、本当に大切にしてくれていました。しかし、私に無関心だったのかというとそうではなく、映画や野球の試合へ行こうとよく連れ出してくれました。母には内緒でしたが、初めて運転の練習をしたのは岩ちゃんの車でしたし、初めてビールを飲ませてくれたのも彼でした。経済的な理由で大学進学に母が反対した時は、私の味方になり、学費を出してくれたこともありました。岩ちゃんは母の恋人でありながら、同時に私の良き理解者でもありました。3年前に母を癌で亡くした失意の中、私を支えてくれたのも岩ちゃんでした。彼も悲しいのは同じはずなのに、決して弱音を吐いたりせず、励ましてくれたのです。だから、私が結婚を決意した時には、岩ちゃんへ真っ先に恋人を紹介しました。千秋です。岩田さんのお話はいつも博文から聞いていました。岩田さんなんて僕はそんな上等なものじゃ。博文くん嫌だな、もう。そうならそうと先に教えといてくれないと。ごめんよ、こんな居酒屋で。岩ちゃんそんな緊張しないでよ。千秋が岩ちゃんと行くいつものお店がいいって言ったんだから。予想通りというか、予想以上というのか。岩ちゃんは私たちの結婚を心から祝ってくれました。
それはもう我がことのように。でも、一つだけ首を縦に振ってくれないことがありました。それは、結婚式への出席でした。それはダメだよ、ひろふみくん。だって、君にはちゃんとお父さんとお母さんがいるんだから、僕なんかが出ちゃいけないよ。私としては恩返しのつもりだったのですが、千秋と私がいくら説得しても、それだけはできないと納得してもらえませんでした。岩ちゃんのことは残念でしたが、私たちは結婚へ向けてやらねばならないことがまだまだありました。二人で協力して解決していこうと誓い合った矢先、思いもよらぬ落とし穴が待ち受けていたのです。反対。なぜですか？理由を言ってください。そうよ。ひろふみのどこがダメだっていうの？悪いが、君のことを少し調べた。ご両親が揃ってない家庭で育ったような人間に、うちの娘はやれんな。ろくな人間であるはずがない。貧しいながらも幸せに生きてきた私にとって、まさか私の出自が結婚の障害になるとは思ってもみませんでした。ましてや、愛する恋人の父親から言われるとは予想すらしていなかったのです。私は失意のまま、千秋の顔を見ることもできずに、その場を去りました。気がつけば、岩ちゃんとよく来る馴染みの居酒屋で、一人、酒を煽っていました。ダメだよ、そんな飲み方しちゃ。飲ませてよ、今日は。お願いだからさ。私は岩ちゃんにその日のことをすべて話しました。おそらく、無理に結婚してもあの両親が相手ではきっとうまくいかない。諦めた方がいいのかもしれないと私は愚痴りました。そうだね。ひろふみくんがそんな弱気じゃ諦めた方がいい。幸せになんかなれっこない。なんだよ、岩ちゃんまで。励ましてくれたっていいだろ？甘えないでくれよ。僕は君の父親じゃないんだ。いつになく厳しい岩ちゃんの言葉に、私は驚きました。彼は私のグラスを取り上げて感情を済ますと、足早に店を出て行ってしまいました。私は甘えようとした気持ちを見透かされ、すっかり落ち込みました。私と千秋は相談し、何度か父親との話し合いを持とうとしましたが、会ってさえくれません。私たち二人は疲れ切り、顔を合わせても喧嘩ばかりするようになっていきました。そんなある日のことでした。え、お父さんが？うん、今すぐ来いって。千秋の父親は手のひらを返したように結婚を認めてやってもいいと言い出したのです。あまりのことに私たちは信じられませんでした。この間言ったことは謝る。どうか許してくれ。そんな許すも何も、とにかく頭を上げてください。心変わりの理由は岩ちゃんでした。ある日、千秋の父親の行きつけの店にふらりと現れた彼が隣に座ったのがきっかけだったそうです。物静かだが愛嬌のある岩ちゃんと何度も会ううちに、お店の主人だけでなく、千秋の父親もすっかり打ち解けたとのことでした。頑固だと言われようが、親として娘の幸せだけはしっかり見届けてやらないといかん。岩田さんもそう思うでしょう。もちろんですとも。
私には子供はいませんが、息子同然の若者がいます。彼の幸せのためなら、私も永瀬さんと同じことをします。それが親というものでしょう。岩ちゃんと千秋の父親は、親バカ丸出しでお互いの子供のことを自慢し合ったそうです。決して父と名乗ることはない。しかし、叶うならあの子の父親になりたかったと。私の名前は一度も出さなかったけれど、千秋の父親は思い当たることがあり、気がついたそうです。私と千秋は大急ぎで失礼すると、いつもの居酒屋へと駆けつけました。そこには、カウンターで一人手酌している岩ちゃんがいました。岩ちゃん、さ、しー。今日は探してた本が入ってね。今そいつを楽しんでるんだ。岩ちゃんはそう言って文庫本を持ち上げると、また静かに飲み始めました。彼はそういう人でした。私と千秋は顔を見合わせて笑うと、岩ちゃんを挟むように座って、一緒に杯を傾けました。この幸せを祝って。誰かを思う心に血縁は大事ではありません。損得ではなく、無償の愛情を注げるからこその家族なのではないでしょうか。口うるさいお母さんも厳しいお父さんも子供を愛しているからこそ、家族の数だけ幸せの形がある、そんな気がしませんか。